高橋忠さん、当時19歳。高橋さんは爆心地から500メートル以内で被爆した数少ない生存者の一人です。高橋さんは当時広島でも数少ない地上7階建てのビルの地下室で被爆しましたが、奇跡的に助かりました。高橋さんは火と煙の竜巻がビルの中を走り抜けるのを3回目撃しました。時間的な関連がどうもはっきりしませんですが、第1回目の竜巻、これがこの建物の西側が電車通りがありまして、その向こう側に、建物の疎開したのがあるわけですけれども、それに燃えておった火が突如本当竜巻というんですね、火の真っ赤な竜巻なんで、煙じゃないわけなんですね。真っ赤な竜巻して、それがこの建物が螺旋形の表階段であるもんですから、煙突のような形で窓からさっと入り込んだのがガーッと上に燃え上がる。一番早く火がついたのが3階の通信室なんですが、ここは紙を使う仕事でございますから、電報の紙とかね、ああいう紙をほとんど使うところなんですから、引火するものが一番多かったわけですよね。でまず3階が一番に見る間にバーッとこう兵が全体が下から中こうやって見てたんですけども、真っ赤な火の海になりましたですね。でその時に動ける人は大体動いて出てくれということで、何したつもりだったんですけれども、ちょうどこう窓をですね、もう窓もガラスも何も吹っ飛んで窓が開くだけだったんですけども、この窓から覗いて助けてくれと真っ赤な火の中でね、助けてくれ言ってこう覗いてやってるんですが、下からこう見るだけでどうしようもないんですが、さあ何秒かというような間でもうそのまま炎の中に崩れ落ちたんですけどね、本当生きながら焼かれたいうことですよね。でその竜巻が来た時にあまりにも暑いから建物の中へ逃げ込んだ人が何人かおるわけですね。で途中から数が足らなくなった、少なくなったというような周さんの話で、今どうしようもないじゃないかいうようなことをやり取りしながら水をかけておって、一旦その竜巻が逃げた後調べましたら、1階の便所の中へ3人ぐらい逃げ込んでですね、で便器に頭を突っ込むような格好で、煙を少しでも少なくしようという考えじゃなかったかと思うんですけどね、突っ込んだ形で3人ほど、あんまりそれことしとる間がないぐらい次の第2回の竜巻が同じような形でやってきましてもうその時にはもう燃えるものないんでしょうが、帰ったらガーッと上へ抜けるだけで、そう部屋が燃えるというのはもう第1回目でほとんど燃え尽きたと思うんですけどね、そういうのが2回目。その時はまだ火でしたね、竜巻も火ですが、その頃からぽつりぽつりこう雨のようなものが落ちてきたんですね。でそこ友のこれは油をまかれるんだということをにわかに誰となく言うですね、油をまかれたら火があるのに油をまかれたらもうダメということで、また動けるものは建物の中へ走り込んだという。私は油かどうか確かめてるのは分からんじゃないかということで、口を開けてこう水が落ちてくるのですね、その油じゃないと、これ水に間違いないからあまり動くなということ、前のことがあるからいうことで何したんですけれどもね、それがだんだんこう雨が太くなってきたおかげかと思うんですけども、3回目の時には今度ほとんど煙が主体となった竜巻ということでしてね。ところがかえって煙の竜巻の方が今度は呼吸が非常に困難なわけですね。火の時にはまだ吐く息も吸う息もこう濡れたタオルでこうやっておくと
火の中の場合はまだ息ができるわけなんですね。あれは不思議なことだと思うんですが、今度煙ばっかりの竜巻になった時ね、吸う息がないんですね。息を吐きますけれども吸う息がないんで、もう胸がこうメリメリ言ってこう吸ってからこう潰されるんじゃないかような感じ。もうこれはもうダメだよと諦めてくれということで、私もバケツ物も投げ出してすごいひっくり返ったような状況でした。みんなもう動かずじっとしておいてくれと、もうどうしようもないだというすごいしたんですが、あれがもう少しでも続いたらみんなもう窒息という形だったろうと思うんですがね、案外その3回目が早く過ぎ去ったもんですから、通り去ったもんですから、なんとか息ができたという、もうあれが本当はあと12本続いたらみんなもうダメだったろうと思うんですがね、もうそれはもう言いようのない、バケツの中や水の中や顔突っ込んで息ができないということとはもっと違うような感じですんでね、動くために息は吐くんですけども、何本濡れた方で取って吸おうと思ってもそこは煙ですから、もう息ができなかったということですよね。そういう状況で、3回目からは次はもう周囲もその雨で、ちょろちょろの日になってしまってですね、おかげでそれからは竜巻来なかったんですが、第1回目の竜巻が最もすごかったと思うんです。これはもう火の塊ですから、温度が高いということですが、最後の煙というのがまたあったんですよね。手だけ出して、助けてくれと言っている女の子の本当ここから腕から前だけ片手が確か右手だと思うんですが、出してこう手を動かしながら助けてくれと。でしまいには私の声で、高橋と知ったんだと思うんですけれども、高橋さん助けてくれと、こういうような声も出たんですが、あれを思ってると一番胸に迫るんですけども、胸が詰まってくるんですが、こちらが相手の名前を聞いてないんです。で最終的に一人ですから大きな部屋いっぱいの3軒ぐらいあるコンクリートの30センチぐらいのコンクリートの金網の入った壁がそのままガサッとこう倒れてるんでどうしようもなかったんですが、そのまま置いといて助けに来るから待っとれということだけ言っといて、他の人を出したり各階をそれから何回も行き来したもんですから、とうとう上には上がらなかったんですが、火が鉄筋コンクリートのこういう建物ですから火が入るとはまさかとは思ってなかったもんですから、そういう安易感もあってそのまましたんですが、焼けた後を見ますと畳がかぶさってその上から壁が来たというような格好できれいに蒸し焼きにされておりまして、持ち物でも何でも本人を確認するも何も残っておりませんでしてね、これだけは今でも思うんですが、最終的にはこの子だろうということには結論が出たんですけども、手を出して私の名前を呼びながら助けてやれなかった女の子の名前も聞いてなかったというこのあれは今でも忘れることのできないことですよね。